これをつけることでだいぶ凶悪になりすぎるな。例えばドン、黄色いの多いね。真ん中に穴が開いて魔法の力で守られてんの。ぼっこりしててキュッ、よっしゃいけ。背中にセタロタ、これにだいぶ削らなあかんね。こんなに機械感すごい取れてる。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはゴチポット風のでっかいハンマー作ります。手元にゴチポットがねまだないんですよね。この先手に入れた時にそれを装着して遊んだり飾ったりできるようにっていうので作っていこうと思います。ゴールデンウィークですね。楽しんでますか？どっか出かける予定あんの？ああ、そう、出かける。ああ、家にいる。そうなんや。僕はね毎日改造毎日編集ですわ。はい、チャンネル登録またの方今すぐポチッとお願いします。グッドボタンを忘れずに。ワンです。ゴチポットいいよね。壺が立ってロマン感じるわ。壺といえばね、僕小さい時の SD ナイトガンダムカード出すのスライムアッザム。あれスライムなんやね。ずっと壺やと思ってた。でもスライムって書いてあるよね。最後まで見てね。さあまずね、巨大なハンマーっていうことなんですけど、形はやっぱりねゴチポットに寄せたいんですよね。ぼっこりしててキュッとなってて、叩かない方がポコンってなってる感じ。でっかい印象。しかもゴチポットはゴチ像100匹の力が集まってるっていうことで、今まで改造で出たその端材とかまあいろんなものをいっぱいくっつけて作れたらなぁと思ってます。いつもうちはドキュメント改造でやってますんでね、どうなるかは分かりません。作っていくごとに形作られていくというの、なんとなくの印象はありますけど、だいたいいつも見切り発車でやってます。楽しんでいただけたらなと思います。よろしくね。まず土台となるもの、これゴーストバスターズの幽霊吸い込む装置なんですよね。これとこれで1セットっていうので、吸い込んだお化けがこの背中にセタロタこれに吸い込まれていくっていうね。これだいぶ前に違う改造に使ったんでこんなことになってますけど、これはちなみにねこういう体験に使ってました。これをベースにしてこっからこういうポコッとゴチポットみたいな壺型にしていきます。でいろいろパーツを合わせてやっていくんだけど、机の上見ていただくとね割と黄色いアイテム多いね。ピンク紫もあるけど黄色いの多いね。金色、黄色、これタコタンクってやつの頭なんだけど、これなんかねすごくいいと思うんですよ。もうちょっとそれっぽい形見えてきたでしょ。じゃあ手始めにまずこれくっつけよう。改造スタート。まずこうだね。くっつきやすいようにするためにこことここ、こんな感じで曲線、ここなんとなく線がついてんのわかるかな。ハンダゴティング。この目印に沿ってゴティングで穴を広げればタコタンクの頭入りやすいと。しゃー入ったね、入ったね。オッケー。パーツがでかいからね、グルーガンたっぷりつけてくっつける。よっしゃいけ。ガチッと押さえてジャギーン。まず1個くっつきました。次反対側ね。この顔使いたいんですよ。僕これ大好きな転送だ。これを使ってね、もう無理やりでも何でもいいんです。今日はねとにかくもう形作って楽しくっていうことでね、もうそんな細かいとこまで考えられない。僕はもともとそういうタイプじゃないんだ。全部適当に思いつきでやっていく男なんだ僕は。これをこの辺にガポンといきたいね。ということで多分ここだ。またさっきと一緒でパーツをはめる穴を開ける。どうやろう、入るかな。はめてみるとグルーガンたっぷりで隙間を埋めてビス1本とこう。よっしゃ。はい、2つつきました。あともうちょっとここキュッとするために、例えばこの辺逆さにしてみて。どっちがいいかな。もう一回逆さにして合わせる。これやな。ここにグンと入れ込む感じ。ということはだいぶ削らなあかんね。これね下にこう、要はこうやってくっつけるよりもこの真横にガンってつける方が多分いいと思うのよ。だからここを切っていかなあかんね。これ大変やね。ゴティングでまた切り落とすための目印になる線を入れて、ちょっと切ってみよう。ハンダゴティング。ゴティングで線を入れていくんだけど、これ分解せずにそのままやってるからパーツが分厚くてめっちゃ時間かかった。っていうか魔法の力で守られてんのかこれ。割れた。よし、どうやろう。そこそこ合ってる。そこそこ隙間があるのでグルーガンで表と裏しっかり補強してビス止めもやっとこう。これでがっちり固定。よし、3つ。クリエイターラビタン紹介コーナー。尾崎かまととくんの作品 YouTuber さんです。この前のパウチ回顧展にわざわざ持ってきてくれたんですね。カラーリングがとにかく綺麗。優しい色合いなのにバキッとはっきりしてるっていうね。これは色味のセンスあるやろ。そしてホログラムがついたキラキラシール、これも印刷してわざわざ貼ったよね。すごいわ。細かい作業。そして端の方には何やら動物の模様がありますね。これ実はねひっくり返すとなんとバイスタンプとして使えるようになってるんですね。この発想はなかった。面白いね。それでははい、うちの棚に加わってくれました。ありがとう。こ
今度こっち側、ここね、こういう感じ。これ今切り出したパーツをはめようとすると、ほら、こうなるよね。逆になるよね。だからこれもう、こっちはもう一回やね。なかなか試練やろ。ということで、バン！これもいただき物ですけどね。いいですね、いいですね。真ん中に穴が開いてて、真ん中に穴が開いててっていうね、こういう共通点があって、いや、いけるかなと思ってね、やってみたら意外といけますねっていうね。これもまた同じですね。なんとなく線を引いといて、その線に合わせてゴティングで切っていくと。これはウィザードライバーと違って薄いパーツだったので、そこそこのスピードで切れましたね。取れたー。これはこれでなんかすごくいい形やぞ。はい、こんな感じね。これは先にビス止めして確実に仕留めたい。でもパーツに当たっちゃってガタガタいってるよね。一応通ったね。これでガチャンと。あとはもうグルーガンでいいか。4つ。だいぶ下ぽっこりしてきましたね。で、この下を見てもらうと、ここの顔のパーツがちょっとせり出してますね。もともとね、ここで叩く、ここをハンマーにするっていう予定ではないですね。もうちょっと下膨らませたいなと思ってたんで、まあこのぐらい出てる分にはいいだろうっていうので進めてきました。で、ここにビタッとこういうパーツをね、なんか貼りたいんですよ。ここはできるだけまっすぐなイメージで留めておきたい。ここがあんまりボコボコすると、まあその肉叩きハンマーとかね、あれってボコ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 ってしてるから痛そうだしね、あれ武器としてすごくいいなと思うんだけど、ここをやっぱね、まっすぐにしときたいんですよね。ポチポットが持つその柔和なイメージ、柔らかいイメージっていうのをまあまあ反映させておきたいなと思う。だからザクザクするとポチポットが凶悪になりすぎるなっていうのもあって、まっすぐ行きたいなっていうので、有名ですね、お弁当箱の蓋。これをバーンとここに、どっち向きになるのかな、顔の向き。こう、これがガチャの正位置よね。だからこれで、こうだ。こういう感じです。で、こっち側は、ここを設置するからいいわ、くっつけられるわ。で、一方、こっち側がちょっと届かない感じなんですよね。いや、だから他のところもうちょっと組み立ててから、割と最後の方にこれをビタッとくっつける方がいいね。ほんで、ここ、すごい取れてるけど、気になるな、くっつけとこう。ジュノシキさんというアーティストの方に描いていただきました僕のコラージュ似顔絵。これ絵描いてるんじゃないんで、紙を破ったり切ったりして貼り付けてんの。激似やろ、すごいやろ。もう見えてる世界が違うんやろなと思うわ、ほんまに。こういう特殊な人たまにいるんよね。大事にします。ありがとう。じゃあここは後にするとして、この辺ちょっと装飾していきましょうか。こんなに機械感出なくていいと思うんですよ。だからまあここもね、さらにいろんなパーツくっつけて、どんどんイメージ変えていきたいと思います。で、今回使いたいのがこれなんですよね。例えば、ドン。例えば、ドン。どっちがいいかな。こっちやな。多分こっちやな。ということは、もうね、でっかくなってカメラに収まりにくくなってきてるんだけど、そこはもう勘弁ね。このパーツをここに置くとして、この辺で支えられたら良さそうよね。それを見越してくっつけた方がいいか。となると、結構出しちゃっていいのかな。ここももうくっつかなくていいか。なんかアイテムでここぐらいカバーすればいいもんね。こんな感じでいっとこうか。この位置やな。この位置。このパーツのここ足3つね。これがちょうど当たるので、それが入りやすいようにここに穴を開けておこう。行きましたね。おっしゃおっしゃおっしゃ。やった。このやっぱりね、いろいろ貼り付けて形がどんどん変わっていくっていう、これが面白いね。これがやっぱね、改造の醍醐味なんですよね。面白い。形変わっていくと、こういう形で来るなら次こうしようかなとか、イメージも湧いてくるし、そういうのを考えるのがやっぱ面白いんですよね。で、なおかつ、この辺ビス止めしとこうか。よーし。よし、じゃあそろそろこの辺で持ち手考えていきましょうか。これをつけることでだいぶ斧っぽくなると思うんですよね。次回、持ち手をもっと長くしたいね。で、さらに装飾を加えて派手にする、プラスご地蔵をたくさんつけるようにしたいんよね。お楽しみに。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ、これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい